いくら前院長の息子とはいえ、三流大卒のお前が院長になるのなら、この病院の医師を半分連れて辞めさせてもらうからな。俺が院長になって初めての大会議中、副院長は突然そんなことを言い始めたので、当然周囲はざわつく。俺は確かに三流大卒だが、親父である前院長の遺言により、前回の会議でこの病院の跡継ぎは俺と重役会議でも全会一致で決まったはず。なのにその会議にいたはずの副院長がなぜ今更それを覆すことを言うのだろうか。何を根拠に俺の院長の適性を認めてくれないのですか？お前は三流大卒、こっちは一流大卒。この違いはわかるかい？そんな奴の下で働きたくないだけさ。なあみんな。根拠は学歴か。分かってはいたが、こうも学歴差別を堂々と言われると腹なんて立ちゃしない。いいですよ。せっかくなのでそうしてもらえると大変助かります。なんだと？この後、俺は副院長に向かってある真実を告げることとなる。俺は美馬春太、40歳。嫁の美咲と息子の3人で暮らしている。親父である美馬悟は、都会の大病院で院長として経営をしており、その大病院を中心としたグループの病院を全国に広めている。その息子である俺は、三流大の医学部を卒業後、親父の経営するグループのとある地方病院で勤務をしている。地方病院に赴任しているのは、都心の大病院を継ぐために、地方での経験を積んでほしい親父の思いと、医者としての技量や経験をたくさん積みたいという俺の思いが互いに合致したためだった。その時には彼女、もとい今の嫁がおり、すでに結婚を視野に入れていたこともあって、彼女が自分の夢とのタイミングを合わせ、俺の赴任地へ就職してくれ、そのまま結婚に至ったのだ。美咲のご両親は結婚自体には賛成してくれていたものの、就職後にすぐ遠方での結婚生活には、やはり親心として反対だったようだ。しかし芯が強くて、弁の立つ彼女がビシッと、どうせお互い忙しくなるのだから、私たちはさっさと結婚して同居した方がいいと思うの。と、うまく説明できなくなった俺よりも男らしく説き伏せてしまい、婿としては情けない挨拶の日となってしまったのは忘れられない。そんなこんなで俺は先に地方へ行き、結婚後は夫婦それぞれの目標に向かって邁進していった。そして嬉しいことに数年後には息子も生まれた。親父とも頻繁に互いの病院について情報交換をしてという日々が続いていた。この地でキャリアを確実に踏んでいた俺だが、さらに数年後、母親から突然連絡が入った。親父が倒れてしまい、危篤状態だというのだ。仕事を休みにしてもらい、急いで美咲と息子と共に、親父の入院している病院へ向かう。奇跡的に間に合い、まだ意識のある親父と話すことができた。医師によれば、延命処置の手術をしても、そんなに長くは生きられないか、最悪、植物状態になる可能性が高いとも言われている。母親はすでに病室へおり、必死に涙をこらえている様子だった。春太、この病院を、グループを頼むよ。院長として経営を任せたよ。親父は助かってまた仕事の話を一緒にするんだよな。孫とも酒を飲むんだろ。俺は感情的になり、声を張り上げてしまう。こんな状態の親父と話すことになるなんて。病院の者には、跡継ぎはお前と伝えてあるからよろしくな。皆と協力して盛り上げていってほしい。もちろん、患者さんを大切にな。親父、嫌だよ。親父は美咲と息子の方へ視線を向け、美咲さん、息子、春太をよろしくな。頼りない息子の嫁さんになってもらえて安心していたんだ。美咲は涙を一生懸命にこらえながら答える。はい、わかりました、お父様。そしてまた視線を俺に戻す。
約束。よろしくな。親父がゆっくり目を閉じる。部屋に医療診断機器から親父の状態異常によるピーという機械音が鳴り響き、そばにいた医師や看護師が慌ただしく動き出す。春田さん、どうなさいますか？俺に何か聞いてくるな。なんだろう。と、人事のように思っていたら、美咲に肩を叩かれた。お父様の延命をどうするか聞いてるわよ。しっかりして、医師でしょ。涙目の美咲に現実に引き戻され、俺はハッとした。親父の体は正直延命処置をしても望みが薄いと言われており、本人も以前から延命措置を望まないと言っていたことも思い出す。母親とも美咲ともその情報は共有しており、アイコンタクトでゆっくりとうなずき合う。そのまま楽にしてあげてください。わかりました。それではただいまから最後の診察をさせていただきます。呼吸、脈、心拍なし。対光反射消失確認。午後8時46分。美馬悟様、永眠いたしました。力及ばず申し訳ございません。医師も心なしか涙目だった。それではこちらで最後のお別れをしていただきたく思います。その後、お帰りになる支度を整えます。医師は一礼した後、看護師たちに親父の手配を頼んでいる。その声が遠くに聞こえる。自分でも医師の立場で同じことを何回も繰り返しているというのに。親父はいつも患者第一で働き、患者からとても慕われていたことを思い出す。父親としては仕事バカと言われてもしょうがないほどだったが、働いている父の姿や様々な患者やその家族から声をかけられ、慕われている姿を見て、家庭での姿よりも医師としての親父に対して尊敬の念を抱いた。こんなふぬけたままの姿を亡くなった親父が天国から見たら、夢に出てきてどやされるに違いない。親父から託されたこの病院、グループを親父の築いた信頼を壊さないままに継承し、さらに伸ばしていこうと、親父の遺体に向けて決意をした。慌ただしく、通夜や葬式などの一連の流れが盛大な規模で行われた。息つく間もなく、俺は親父の遺言通りに、都心の大病院の院長かつグループ代表という名の経営者に就任した。事前に病院関係者にも話していたと言っていた通り、重役会議にて全会一致で決まったと、葬儀の際、病院の重役から報告を受けていた。そして、院長と代表者としての代替わりの発表と、就任挨拶を兼ねたグループ全体の大会議の最中に事件は起きた。この度、大病院院長及びグループ代表者に就任します、美馬春太です。前院長の悟の息子にあたります。先日の葬儀では多大なるご協力をいただきありがとうございました。遺族を代表してお礼を申し上げます。私はこれまでグループの地方病院で勤務していました。若輩者で至らぬ点も多いかとは思いますが、父の信念をもとにこのグループを成長させていきたいと思っております。皆様の協力なくしては立ち行きませんので、何卒よろしくお願いいたします。大きな拍手が響き渡り、どうにか就任挨拶をやりきった。そう思いながら席に着くと、いくら前院長の息子とはいえ、三流大卒のお前が院長になるのなら、この病院の医師を半分連れて、辞めさせてもらうからな。副院長の浅野明弘が前触れもなく、大声で突拍子もないことを言い始めたので、当然、周囲はざわついた。俺は確かに三流大卒だが、院長の件は前回の重役会議で決まったことだし、彼も当然その場に出席していたはずなのに、今更それを覆すことを言うのだろうか。何を根拠に私の院長の適性を認めてくれないのですか？お前は三流大卒、こっちは一流大卒。この違いはわかるかい？そしてグループとはいえ、地方病院勤務のみ。こちらは都心の大病院勤務。しかも前院長の息子というだけで実力は知らないし、結局は親の七光のみ。そいつに医師や経営者としての技能があるわけないよな。三流大卒、
地方病院のやつに。ただそんなやつのもとで働きたくないだけさ。働くなら次の院長として現在副院長でもあるこの浅野が適任だと思うのだが、皆さんはどう思うかね。なあ、どうだろうかね、みんな。取り巻きと思わしき医師たちがぎこちなくうなずく。根拠は学歴と経歴か。分かってはいたが、こうも堂々と言われると、今さら腹なんて立ちゃしない。会議場内はざわつきが止まらなかった。こちらはコンサルタントも雇って、すぐにでも経営の引き継ぎができる状態だぞ。まさかコンサルタントまで雇っているとは。背後の見慣れないスーツ姿の男性がそうだろうか。この会議は許可した者しか入れないのだが。浅野は学歴と経歴での差別が激しい人物で有名だった。一度自分がしたと思ったものには常に厳しく接するので、周囲の医師は何をどう言われるかいつもびくついていたし、看護師や事務員なども同様だった。彼が大切にするのはお金であり、患者対応は基本的に冷たいため、この病院では珍しく患者さんからの評判が悪かった。決定的だったのは院長との理念対決で、前院長の親父は患者第一、副院長は利益第一ということで、馬が合うわけがない。そんな中、親父が急逝し、副院長から昇格しての院長就任を期待していた彼にもたらされたのは、息子の俺が次期院長に決定ということだった。そしてその息子は三流大卒、地方病院勤務という、彼からすれば医師として底辺レベルで、ただの前院長の身内なだけ。そんな奴に出世を阻まれてたまるかと、一度は同意したと見せかけておいて、本人の目の前で反撃に出たようだった。俺は浅野の発言中、自分の表情を動かさずに、じっと彼を見ていた。浅野のことは出張でこちらに来た時や、親父とのやりとりの中で、彼の性格上、俺を学歴、経歴差別するであろうことも、同僚や患者さんへの接し方も、ちらりとではあるが、見た限りでは相当な癖があるということも分かった。そして何も行動を起こさないというよりも、動こうともしない俺にイライラしてきたのか煽ってくる。おい、聞いてるのか、親の七光。低学歴には話の内容が難しかったのか？なんとか言えよ。俺を院長にしない限り、この病院の医師を半分連れて辞めさせてもらうって言ってるんだぞ。浅野のイライラ度がかなり高まっている。チャンスだと思い、俺は発言した。いいですよ。せっかくなのでそうしてもらえると大変助かります。と、冷静ににっこり微笑んでやったのだ。なんだと、それはどういうことだ。医師が半減するんだぞ。混乱している浅野を筆頭に、あれだけ騒がしかった会議室が無音になった。浅野さん、私は父からあなたの様子というか、横暴ぶりをすべて聞いているんです。何のことかね。急にしらばっくれ始めた浅野に対して追及の手を深めていくことにする。このグループでは正規の料金以外のいわゆるお心づけの受け取りは一切禁止していますよね。賄賂にも当たりますし。あなたはそれをこっそりと受け取ったり、時には請求したりして、その結果、重篤な患者ではなく、お金をもらった軽度な患者を優先的に入院させていたり、高級な部屋も優先的に差額なしで選んでいたと事務職の経理本人より脅されてごまかしていたと聞いています。会議室がざわつきを取り戻したのは心当たりがあるかららしい。現にボソボソといくつかそれらしき会話が聞こえる。その規定は知っているに決まってるじゃないか。何を根拠に。しかも私は直接見てしまったのですよ。浅野さんと患者さんがお金のやり取りをする現場を。患者さんはかなり嫌がっている様子でしたよ。まるであなたが強要したかのようですね。その時の様子は録音も残させていただきました。医師たちが再びざわつき、録音だって本当かなど漏れ聞こえる。実は浅野さんに辞めてもらうために証拠を探していたので本当に助かりましたよ。再び微笑みを浮かべる俺。対照的に血の気が引いていく浅野。そんな、俺はお金は強要したりなんかしていない。お金をもらえる患者からしかもらってない。
あ、まんまと引っかかった。語るに落ちるとはこういうことか。お金を不正に受け取っていたことを認めましたね。ちなみに今は会議ですから録音されていますよ。と、記録係の職員を見ると、すごいスピードで頭を縦にブンブン振っていた。会場の皆さんも聞いていますしね。同じように会場内でうなずき合いの合戦になる。浅野さん、本当ですか？本当なら私としてはかばい立てできませんよ。そんなわけないじゃないですか。味方のはずのコンサルタントにも呆れられて離れかけられている浅野は顔色を赤くしたり青くしたり忙しい。ガチャッ。突然扉が開き、黒スーツの女性が入室してくる。突然の入室を失礼いたします。ここに今までの浅野先生による不正の証拠は揃っています。書類を掲げながら突然の大情報を発する女性に皆が驚くが、スーツの胸元に輝く弁護士バッジを見てさらに驚愕する。弁護士？部外者は立ち入り禁止の会議だ。俺は浅野の反応を見てにやりとする。この方は私がこのために雇った弁護士なので部外者ではありません。それよりもそちらのコンサルタントの方こそ私は認めておりませんが。思わぬ俺の反撃に声を詰まらせる。その隙に挨拶を始める女性。発言を失礼いたします。会議室が静まり返る。私はそちらの美馬春太様に依頼されまして、浅野医師の証拠を探していた弁護士の美馬美咲と申します。実は俺の嫁である美咲は弁護士をしている。俺の地方病院勤務が決まってから数年後、弁護士資格を取得した美咲は病院の近くの法律事務所を探して就職してくれたのだ。今回の話をしたところ、仕事として受けてくれるとのことで、しっかり者の奥さんだ。浅野さん、規定外の金銭の受け取りは、勤務規定違反で役員会議の上で度合い次第ですが、基本的に懲戒免職となっています。は？俺は認めないぞ。証拠なんてこの委員長もどきが言っただけじゃないか。ピクッと美咲がこめかみを引きつらせたが、これはかなり怒っている。まだ悪あがきをするのですね。では今から先ほど美馬様のおっしゃっていた録音を流します。その後は事務員の方の証言も続きますし、こちらは強要された患者様からとのやり取りを文章化したもの。それと分かっている範囲の被害総額。これは患者様と病院の本来の収入、両方の分が書かれています。それぞれ皆様に配布します。と、録音を流し始めながら大量の書類を回していった。録音内容は浅野の横暴ぶりが際立つもので、書類もまとまっており、被害金額がよくわかるようになっている。さすがは俺の自慢の奥さんだ。浅野が大声で、やめろ！これは陰謀だ！というものの、録音は爆音で繰り返し流され、書類もほぼ全員が手元で食い入るように見ている。浅野一人の声で止まるわけがない。落ち着いた頃、やっと録音を止める美咲。患者様は浅野さんを訴えるそうですが、それでもこの病院に必要な人材ですか？僕は何度もこのようなシーンを見てきたのに止められなかった。規定勤務違反なのだから、即刻クビにすべきだ。一人のせいで病院全体の評判が落ちてしまうわ。訴えられたら病院の名前も出ますよね。会議場全体が浅野は辞めるべきという空気になったため、イライラしている浅野だが、取り巻きがいたはずなのになぜか誰にもかばってもらえない。お前ら、エリートの自分がいなくなったら潰れるぞと負け犬の遠吠えのように叫ぶが、それなら大丈夫ですよ。なんせ天才外科医がいらっしゃいますから。そういえばそうね。あの地方病院の先生ですものね。浅野だけが話についていけずにポカンとした顔をしている。それは誰のことなんだよ。俺よりも天才外科医がいるのかよ。自分で言うのもなんですが、それは私のことだと思います。やはり自分で言うのは恥ずかしいことこの上ない。こういう手合いには効果抜群なのよ、と奥さん、いや、弁護士からの助言があったので、甘んじて言うことにした。
浅野の顔がものすごい引きつった表情になっている。すごい、本当に効果抜群だ。浅野先生、知らなかったんですか？院長はある地方病院で数々の難しい症例をいくつも成功させて有名になっているのですが、今回そちらからその先生が大病院に移動してきているのですよ。他の医師たちは天才外科医が誰かを察しており、浅野に対して呆れながら声をかけている。浅野は情報収集すらしていないというのか？医師は一生勉強しないとやっていけない世界なのに。くそ。正直浅野先生がお辞めになっても病院としては全く困らないどころかプラスの面が大きいです。正直最近の浅野先生は手術をメインでの執刀すらしていませんよね。ちなみに三流大卒なのは父がかつてお世話になった先生がその大学により、その先生が患者第一の治療で有名でどうしても支持したいためであり、学力が足りないことは理由ではないのです。私が三流大卒であることや前院長の息子であることは関係なく、この病院のことを亡き父の信念を無視して自分の私利私欲のために院長になろうとしている人間には渡せないだけなのです。浅野はさすがにうなだれた。こんな病院、こっちからやめてやるよ。そうですよね。院長にはなれませんし、あなたも院長になれないなら辞めるとのことでしたし、勤務お疲れ様でした。続きは弁護士とお話しくださいね。と、美咲の方を示唆すると、美咲が苦笑いをしていた。浅野と美咲、コンサルタントが退室後、俺は確認したかったことを聞く。浅野さんは自分が辞めるなら半分の医師が辞めると言っていましたが、どなたですか？シーンと会議室が静まり返る。この雰囲気では言いづらいだろうが、発言してもらわないと困ってしまう。そして意を決したのか、立ち上がる医師が数名。自分は浅野さんが怖くて断れませんでした。本当に情けないですが、このまま辞めずに雇ってもらえますか？まあ、そんなことだろうとは思っていた。なんせどの場面でも誰もかばわないなんて、どう考えてもおかしい状況だったからだ。今回はお咎めなしにするとは思うけど、一応話だけは聞かせてほしい。立った医師は皆、ありがとうございますと、深々とお辞儀した。見ていた周囲の医師も、ほぼ同情的だったのが印象深かった。着任早々バタバタしてしまいましたが、一刻も早く院長としてこの病院を支えていけるよう、皆さんのお力添えをいただきたく思います。未経験の私ではありますが、どうぞよろしくお願いいたします。挨拶が終わった途端、会議室は拍手の嵐となった。親父との約束、浅野を辞職させることができたよ。こんなに早かったのは意外であったが、美咲の力と他の医師たちの思いもなければ、この短時間での辞職劇にはならなかった。親父の人望がかなり大きいが、患者第一の姿勢が、やはりこの病院のスタイルなのだなぁと改めて思わされ、それと同時に院長として身を引き締めなければいけないとも感じた。浅野はいろいろな病院に再就職を願い出たようだが、あまりにもうちの病院でやっていたことがひどかったこと、業界内で浅野の噂が出回っていること、それに本人の性格も災いし、雇ってくれる病院はなかったそうだ。ちなみに患者さんにもしっかりと訴えられ、所持金もほとんどないらしい。病院からも退職金すら出ないし、不利益分も当然訴えている。なので、医師という免許を持ちながらも資格は全く活かせず、ドラッグストアのアルバイトをして、細々と働いている。現在俺は院長として病院を、グループを支えている。父の意思を受け継ぎ、グループ全体の病院を患者第一の病院にしようと、引き続き邁進しているところだ。家族は都心に引っ越してきており、美咲も異動という形で職を辞めることなく都内に来ることができた。そして次の春のこと。春田、実はね、嬉しいことに美咲の妊娠が発覚した。高齢出産になるので、妊娠中のケアに気をつけながら、息子と共により大切にしていきたい。俺の母親も俺一家が近くに越してきたため安心したのか、思ったよりも早く落ち着き、元気に過ごしている様子だ。
趣味にパートにと人生を楽しんでいるらしい。家族ができたり亡くしたりした思いをかみしめながら、これからも患者に寄り添う病院をこの手で作っていきたいと思う。親父、見ていてくれよな。ご視聴ありがとうございました。下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をお願いいたします。グッドボタンや動画の感想コメントもお待ちしています。それではまた次の動画でお会いしましょう。